稲本さんは君たちデビューメンバーを人質に取られたらしい。現テールウィンドオフィスの新社長の新氏は実力こそが正義であるべきという強い思想の持ち主だった。それゆえ実際の投票数を偽装して彼の目から見て実力があると感じた候補生をデビューさせようと画策した。僕がテールウィンドオフィスに入るなんて仁太郎の勘違い。大変なんだよ。シオンがテールウィンドオフィスの所属になるんだって。おい本当に今日なのか。あいつなんで来ないんだ。もう待ち合わせ時間過ぎてる。さっきから何なんだ。出るなら出る、隠れるなら隠れるではっきりしたらどうなんだよ。だってよ、丸メガネの一世一代の瞬間に俺がいたら邪魔になるかもしれねえだろ。その中途半端な遠慮は何なんだよ。まったく別にいいから隣に来て。電話だ。あいつか。遅れてるから連絡してきたのか。まだ出てないからわからないよ。じゃあ早く出ろって。もしもし。はるか。ああ、うん。今日は急に呼び出して。俺はお前に会わない。え？オーディションのドキュメンタリーを見て、子供の頃お前に言ったことを反省した俺がバカだった。結局お前はどんな手を使っても昔いた場所に戻りたいだけだったんだな。何を言って。俺を踏み台にするな。切れたのか。あいつなんて言ってた。何時に来るって。彼は多分来ない。なんで。わからない。何も。何を言ってたのかも。踏み台って一体。なんだ。こっちのスマホまで鳴ってやがる。グループにたくさん連絡が。これアグリの送ってきた URL か。なにバーサスアンビバレンツ元候補生の葉月シオンテールウィンドオフィスに所属決定。やあ、来たね。おい、この記事どういうつもりですか。僕はテールウィンドと契約を交わした覚えなんてありません。はい、僕でお役に立てるのであれば。これって丸メガネの声か。はい、僕でお役に立てるのであれば。はい、僕でお役に立てるのであれば。はい、僕でお役に立てるのであれば。君が言ったんだよ、葉月しおんくん。僕でお役に立てるのであれば。だからお役に立ってもらうことにしたんだ。うちの事務所に所属してね。そんなめちゃくちゃな。ふざけんなよ。こんなの詐欺だろ。詐欺だって。何言ってるんだ。素人の投票で実力のない者がアイドルデビューをする。そんな狂ったオーディションの方がよっぽど詐欺じゃないか。は？私はシオンくんを救いたいんだよ。シオンくんの経歴と実力ならすぐにでもブレイクできる。現に君とシオンくんの票差はほとんどなかったでしょ。それでも君の方が勝つなんて理解できないけど、本当になんて意味のないお遊びグループがこの世に生まれてしまったんだろう。てめえ。あ、ところで君なんて名前だったかな。ごめんね、実力がない子の名前は覚えておけなくて。いい加減にしてください。あなたは一体何を言ってるんですか。狂ったオーディション、クランブがお遊びグループ。これ以上僕たちとグランツの1年間を侮辱するのはやめてください。丸メガネ。かわいそうに。かわいそうに。君はまだ目覚めていないんだね。努力、友情、
勝利。そんなものが輝きを放つと教える無責任な世界から君は解き放たれるべきなんだよ。世界はね、もっとシンプルなんだ。世界を輝かせるのは実力のあるものだけ。そしてそうじゃないものが意味のない努力や根性にすがって見苦しくあがく。シオン君、君なら世界を輝かせることができる。そうじゃない者たちに慈悲の光を与えることができるんだ。君は選ばれし実力者なんだよ。帰ろう、ジンタロウ。でもまだ話がついてね。いいんだ。こんな事務所に所属するつもりはない。僕はもともとライゼンプロダクションの養成所に入るつもりだったんだから。稲本さんが規模を縮小してまでたもとを分かった理由がよく分かったよ。本当にそれでいいのかな、シオン君。契約書にサインもしていないんですよ。ありもしない所属の話なんて。それを君はどうやって証明するのかな。どうやってって。マスコミの報道で世間はすっかり君をテイルウィンドオフィスの所属だと思っている。うちからの所属の発表もすぐに行われるだろうね。そんな中で君が実は所属していないんです。僕はライゼンプロダクションの養成所に入るんですなんて言い出したら世間はどう思うかな。君は所属トラブルで揉めた面倒な人間の烙印を押されてしまうね。それだけじゃない。マスコミはきっとお家騒動で弱小プロダクションになり下がったライゼンが横から人材をかっさらった。今やすっかり悪徳事務所だと騒ぎ立てるだろうな。そしてその影響はデビュー直後のクラン部にも及ぶだろう。お前こんな奴の言うことなんて聞くな、丸メガネ。大丈夫だ。何があってもきっと稲本がどうにかして。稲本に何ができるって言うんだい。ライゼン会長が亡き今、あいつの何が。もしもし、今は大事な来客が。なんでそんな。だってわかった。帰りなさい。え？ライゼンプロダクションに帰りなさい。詳しい話は稲本から聞くといい。でも早く出て行ってくれ。今は一人にしてほしい。シオン、よかった。みんな皆心配していたのだぞ。レオンたちがカムイ先生から入手した情報を聞いてな。オーディションの裏で何があったのかも、ライゼンプロダクションがどうしてこんな規模になったのかも全部聞きました。どうやらその全部にテイルウィンドオフィスの社長が関わってたらしいね。そして多分今回のシオン君の件も。ごめん僕の行動でみんなに迷惑を。丸メガネのせいじゃねえ。お前は騙されただけだ。ここに来る途中にも何度も言ったじゃねえか。でもジンタロウの言う通りだよ。シオンのせいなんかじゃない。悪いのは君の正しい行いにつけ込んだ人間だ。泣かないで。きっと大丈夫だよ。こうしてライゼンの事務所に来られたってことはテイルウィンドオフィスに所属する話はなくなったんでしょ。そない簡単にことが片付くんかな。事務所の契約に関わるしがらみはそんなに簡単な話じゃねえ。さすが父親が海外でエージェント会社を経営してるだけあるな。全部わかってて必要なら移籍も辞さないって息巻いてたんやな。うるせえ。そっか。だからあの時の一世あんなに余裕だったんだ。ああ、うん。向こうの社長はなんて言ってたの？
詳しい話は稲本さんに聞けって。おい、稲本はどこだよ。なんでいつも肝心な時に。シオンさんが稲本さんシオンさんがライゼンプロダクションの養成所に入所することは可能です。シオンさんがそう望むのであればですが。本当ですか？じゃあやっぱりテールウィンドオフィスに所属するって話は向こうに。ありません。それはどういうことですか？丸メガネは契約なんてしてねえんだぞ。マスコミがシオンさんは契約期間内に一方的に契約を破棄したと騒げば、真実はどうであれシオンさんという存在に傷がつきます。じゃあどうやってシオンさんを養成所に入所させるんですか？業務提携です。シオンさんはテールウィンドオフィスに所属しながら私たちの養成所に入所することになります。先ほどテールウィンドオフィスの新しい社長と交渉いたしました。どうして急にそんな取引ができた？まただんまり胸くそ悪い。もうそんなこと言わないのって言いたいところだけど、さすがに今回のことは僕もいろいろ気になっちゃうな。経営者には経営者たちだけの領分がある。踏み込むな。己の身を守るためにもな。お気遣いありがとうございます。レイさん、皆さんも。事務所分裂の件では皆さんに詳しい話をせず申し訳ございませんでした。皆さんに言われのない責任を負ってほしくなかったばかりに事態を伏せたことが結果シオンさんを巻き込むことになってしまいました。しかしたとえ所属事務所は違ってもシオンさんは私たちの養成所に通う練習生です。大事な練習生にこれ以上大変な思いをさせるつもりはありません。私が必ずお守りします。稲本さん。俺も僕も俺も。当たり前やん。俺も私もだ。僕もです。俺も僕だって。仕方ねえな。丸メガネ、俺がお前を絶対守ってやる。ありがとう。ありがとう。みんな。ここにいないけど、きっとクックも。バン、クックもシオン守る。え、クック？ナゴム、みんな久しぶり。クック？本物の実物のクック？クック、おかえり。養成所に入所するために帰ってきたんだね。バン、今日から改めましてお世話になります。よろしくお願いいたします。クック、養成所に入るの？あれ、言ってなかったっけ？この間の電話で。聞いてない。全然聞いてない。全くもって聞いてない。僕も聞いてない。全然聞いてない。全く聞いてない。なんでそんな大事なことを黙ってたの？兄弟揃って圧がすごいな。いいじゃん。もうこうして全員また揃ったんだからさ。ナゴムどうしたの？元気ない？クック、元気だよ。クックの顔見たらすっごく元気出てきた。僕もなんだかすっごくパワー湧いてきちゃった。僕もです。大丈夫ですよ、シオンさん。僕たち14人がいればもう何も怖いものなんかありません。これでまた皆同じ事務所に。入ってません。すみません。俺入ってません。確かに当たり前のようにほとんど毎日いるから忘れてたけど。でも俺ミオくん、俺もみんなと一緒に養成所入りたい。だから一星、一生のお願いです。妹に、ノアに、ライゼンプロダクションは必ずクランブが一流の事務所にしてみせますって言ってください。こんなこと頼むなんてありえないって分かってるけど、そうじゃなきゃノアに養成所に入るのを許すわけにはいかないって言われてて、俺どうかお願いします。ミオ。もしもしノアちゃん？ようやく言ってくれたわ。はい、それじゃあ。
前々からノアちゃんに言われとったんよ。いつかミオくんからお願いがあるって。でも、なんでノアは？本当に養成所に入りたいなら、私の顔色なんて伺わず、プライド捨てて、ライバルに無茶なお願いしてでも入るべき。やって、ミオくん、ようやくノアちゃんの試練に打ち勝ったな。ライゼンプロダクションは必ずクランブが一流の事務所にしてみせます。まあ、いつも当たり前に考えることやけど、どうせなら声に出しておこうと思て。クランブ全員同じ気持ちやんな。当たり前だろ。はーい、仁太郎くん。俺たちの気持ちと同じくらい大きなお返事ありがとう。レオンも、そうやなかったら、わざわざカムイさんに連絡取ってまで、事務所に何があったかなんて確認せんやろ。せいぜい一流の事務所の一流の養成所にふさわしい練習生になることだな。ああ、もうほんと、ああ、もう。ミオ、大丈夫？シオン大丈夫。俺たちきっと絶対大丈夫。だって俺たちには最強のライバルがついてるんだからね。うん。心で約束するよ、星空に一番近いあの場所へ。そういつかは君に見せるかな、ひらめいた世界。種と右手を振った君のあの笑顔もこのポケットの隅、確かなエールをくれる。くじける夜更けや隠したい涙あるだろう。それでも歌っていたい君のためなら、探したい日々のな思い出も。もう一度言う。これ以上14人に手出しをしないでほしい。じゃないと僕はもう二度とあなたの前で歌わない。待って、それだけは。稲本さん、みんなは？今はもう落ち着いています。そうですか。よかった。稲本さんがうまく収めてくれたおかげです。それで、そろそろあなたのことを教えてもらってもいいでしょうか、東雲さん。いいえ、新八雲さん。心で約束するよ、星空に一番近いあの場所へ。そういつかは